のささやきの朗読やあの部屋のことは今でも忘れられない。高校を卒業した春、仲の良かった5人で最後の思い出に温泉旅館へ行った。山の中にある少し古い旅館だった。木の匂いがして廊下はきしむ。でも卒業旅行にはちょうどいい雰囲気だった。受付で名前を伝えると、旅館の人が少し困った顔をした。本来は4人部屋しか空いていないんですが、1部屋だけはあります。そう言って案内されたのは廊下の一番奥だった。他の部屋は明かりがついているのに、そこだけ暗い。まるで長く使われていないような雰囲気だった。掃除はしてありますので。旅館の人はそう言ってすぐに戻ってしまった。襖を開けると広い和室だった。畳は少し色が古く、壁の木も黒ずんでいる。だが布団はごくみきれいに敷かれていた。広くていいじゃん。友人の一人、亮が笑いながら窓を開けた。外は山の斜面で木しか見えない。街灯もなく、夜になるとかなり暗くなりそうだった。俺たちは荷物を置き、温泉へと向かった。温泉は普通だった。むしろ気持ちよくて、みんな上機嫌だった。問題が起きたのは部屋に戻ってからだった。夜11時頃、みんなでコンビニで買ったお菓子を食べながら、卒業の話や将来の話をしていた。その時だった。廊下で足音がしたんだ。ミシ、ミシとゆっくりと歩く音。この階はほとんど客がいなかったはずだった。足音は廊下の奥から近づいてくる。ミシ、ミシ。そして部屋の前で止まった。誰も何も言わなかった。ただ5人とも音を聞いていた。次の瞬間、コンと襖の向こうから軽く叩く音がした。あれ？誰か来た？亮が言ったが誰も返事はしなかった。旅館の人なら声をかけるはずだ。だが何も言わない。しばらくすると足音は遠ざかっていった。何だったんだ？今の。誰かがそう言った。その時俺はふと気づいた。布団が一つ窓の近くに寄っていたんだ。さっきは並んで敷いてあったはずなのに。誰も触っていないのに一組だけ少し離れていた。亮がその布団に寝転びながら言った。この部屋さ、なんか変じゃない？その時はただの気のせいだと思っていた。でも朝になる頃、亮はその窓から落ちていたんだ。亮が窓から落ちたと聞いたのは朝の6時頃だった。廊下が騒がしくて目が覚めた。旅館の人たちが慌ただしく走っていて、俺たちの部屋の襖も突然開いた。お客様、大丈夫ですか？旅館の人の顔は青ざめていた。どうかしましたか？そう聞いた瞬間嫌な予感がした。このお部屋の方が下で倒れていまして。全員が一斉に窓を見た。窓は開いていた。そして寮の布団だけが空だったんだ。俺たちは慌てて外へ出た。旅館の裏手は斜面になっていて、その下に寮が倒れていた。動いてはいた。だが足の形がおかしかった。明らかに折れているんだ。救急車が呼ばれ、寮は運ばれていった。そして俺たちは旅館に戻された。昨夜、何かありましたか？
そう旅館の人に聞かれた。俺たちは昨日の足音とノックのことを話した。すると旅館の人はしばらく黙った。それから小さくこう言った。この部屋、本当は使ってはいけないんです。俺たちは顔を見合わせた。え？なんで使っちゃダメなんですか？昨夜は満室で、どうしても部屋が足りなくて。理由を聞いてもはっきりとは言わなかった。ただ一つだけ聞いた。この部屋は昔事故があったんです。それ以上は何も話してはくれなかった。朝食の時間になったが、誰もほとんど食べれなかった。亮がいないだけで空気が重かった。だが、もっと嫌なことが起きた。朝食の後、部屋に戻った時だった。布団を片付けようとしていて、一人が声を上げた。なあ！全員が振り向いた。指さしていたのは窓の横の布団だった。亮が寝ていた布団。その布団だけびっしょりと濡れているんだ。まるで誰かが外から入ってきて寝ていたみたいに。窓の外は夜露で濡れている。その水が布団に染み込んでいた。だがおかしい。亮が落ちたのはまだ暗い夜中だった。つまりその後、誰かが窓から入って、その布団で寝ていたことになる。その夜俺たちは誰も窓を開けていない。そしてその布団は朝までずっとそこにあった。俺は窓の外を見る。すると斜面の途中に足跡が見えた。濡れた土の上に裸足の足跡。それは窓の下から上へ向かって続いていた。その足跡を見た瞬間、背中が冷たくなった。斜面はかなり急だ。普通に登るのも大変な場所だ。それなのに、裸足の足跡が窓の下からまっすぐと上に続いていた。誰かが夜中にそこを登ってきている。そう考えるしかなかった。でもこれ、誰の足跡だ？友人の一人が言った。だが誰も答えられなかった。亮は夜中に落ちた。その後救急車で運ばれている。旅館の人たちも、そんな斜面を裸足で登る理由はない。それに足跡は一つしかない。降りた跡がないんだ。つまり、登ってきた人間は、まだこの部屋にいることになる。誰もその言葉を口には出さなかった。だが全員同じことを考えていた。急に部屋の空気が重くなった。もう帰ろうぜ。と誰かがそう言った。チェックアウトの時間を待たず、俺たちは荷物をまとめた。その時だった。押し入れの中から、コツッと小さな音がした。全員が固まる。さっきまでそんな音はしていなかった。もちろん押し入れの襖は閉まっている。コツ。また鳴った。中から軽く叩くような音だった。昨日の夜のあのノックと同じ音。誰も動かなかった。そしてしばらくして、亮と一番仲の良かった友達がゆっくりと襖を開けた。だが中には誰もいなかった。布団も荷物も何もない。ただ押し入れの奥の板に濡れた手の跡がいくつも残っていた。小さな手だった。子供の手くらいの大きさ。それが内側から何度も押し付けられたように並んでいたんだ。その瞬間旅館の人が慌てて部屋に入ってきた。この部屋は使わないでください。強い声だった。そしてこう言った。昔この部屋の窓から子供が落ちているんです。それ以来夜になると
窓から昇ってくる音と襖を叩く音がするらしい。俺たちは何も言えなかった。そして帰り道に病院から連絡があった。亮は助かってはいたが、足の骨を何本も折っていた。そして運ばれる前にこんなことを言っていたらしい。夜中、窓の外に子供が立っていたんです。部屋に入れてやったら押されたんだ。それ以来俺たちはあの旅館には行っていない。ただ一つだけ今でも気になっていることがある。あの朝、押し入れの手形は全部で5つあった。俺たちは5人で泊まっていた。でもそのうちの1つは、寮のベッドのすぐ横についていたんだ。あれは3年前の秋、会社の連中と4人で山の温泉旅館に泊まりに行った時の話だ。観光というより、ただの息抜きだった。町から車で2時間ほどの山奥にある小さな旅館。古いが雰囲気は悪くない。川が近くを流れていて、夜になると水の音だけが聞こえてくる。俺たちは部屋に通されて夕飯を食べ、酒を飲みながら雑談をしていた。その時旅館の主人がこんなことを言った。裏山には入らないでくださいね。笑いながら言っていたが、声は妙に真面目だった。俺が理由を聞くと、主人は曖昧に答えた。昔から迷う人が多いんですよ。それだけ言ってすぐ話題を変えた。だがその話を聞いた瞬間、同僚の一人が面白がった。そいつの名前は坂本。酒が入るとこういう話を試したがるタイプだった。なあ、ちょっと言ってみるか。そう言い出した。最初は誰も本気にしていなかった。だが夜11時を過ぎた頃、坂本は本当に立ち上がった。裏山、ちょっと見てくるわ。もちろん俺たちは止めた。山だし、夜だし、危ないと思った。だが坂本は笑って言った。すぐそこだろ。5分で戻る。そう言ってスマホのライトをつけて部屋を出て行った。旅館の裏口から山へ入れるらしい。最初は冗談だと思っていた。だが10分経っても、20分経っても、30分経っても、坂本は戻ってこなかった。俺たちはさすがにおかしいと思った。すかさず電話をかける。だが出ない。俺ともう一人で裏口まで行った。扉の外は真っ暗だった。山の木が密集していて、ライトがないと何も見えない。坂本！何度か呼んだ。だが返事はなかった。その時奥の方から足音が聞こえてきた。ザッ、ザッと落ち葉を踏む音。誰かが山から降りてくる。ライトを向けてみると坂本だった。ただ様子が少しおかしかった。服が泥だらけだったんだ。それに顔が妙に白い。俺が言った。お前、どこまで行ってたんだよ。坂本はしばらく黙っていた。そして小さくこう言った。山の中に家があったんだ。旅館の裏山に家なんてない。そう思った瞬間、坂本は続けてこう言った。人もいた。その言い方が少し変だった。まるで人ではないものを見たみたいな声だった。坂本は部屋に戻ってきてもしばらく黙ったままだった。さっきまで酒を飲んで騒いでいたのに、まるで別人みたいに静かになっていた。
俺がもう一度聞いてみた。山の中に家ってどういうことだ？坂本はしばらくうつむいたままゆっくりと話し始めた。山道を少し上がったら明かりが見えたんだ。真っ暗な山の中で家の明かりだけが見えたらしい。旅館の明かりとは方向が違う山の奥だった。坂本はそれを見て近づいた。最初は民家だと思ったらしい。だが近づくほどに変だと思ったという。家は古かった。木でできた小さな家。山小屋みたいな形だった。だが窓から明かりが出ているのに周りに人の気配がなかったそうだ。そして坂本は家の前まで行った。玄関の戸は少し開いていて、中から声が聞こえたらしい。ボソボソっと誰かが話している声。坂本は思わず中を覗いた。その瞬間、家の中にいた全員が一斉に坂本の方を見たらしい。5人くらい座っていた。いろりみたいな場所を囲んで、全員無言で。そして坂本はそこで違和感に気づいた。顔がよく見えなかった。明かりはあるのになぜか顔の部分だけ暗かった。目も口も見えない。ただ人の形だけがある。坂本は怖くなってその場を離れたらしい。それで走って山を降りてきた。そこまで話すと坂本は黙った。部屋の空気が重くなる。誰も笑えなかった。その時坂本が突然言った。あれ、ついてきてるんだ。俺たちは顔を見合わせた。何が？そう聞くと坂本は窓の方を見た。旅館の裏山の方角。そしてゆっくりと言った。山から降りてきてるんだ。その瞬間、コンと窓が小さくなった。全員がそっちを見る。窓の外は暗い。だがガラスの向こうに何かが立っていたんだ。背の低い影。じっと部屋の中を見ている。坂本が震えた声で言った。あいつ、家にいたやつだ。その時俺たちは気づいた。窓の外の影、顔がなかった。窓の外の影は動かなかった。ただガラスの向こう側で立っている。街灯もない裏には、月の光だけでぼんやりと輪郭が見える。人の形。だが顔の部分だけが暗い。何もないみたいに。さっきまで話していた山の中の家。そこにいたやつと同じだと言った。誰も冗談だとは思えなかった。窓の外の影はじっとこちらを見ている。いや、見ているはずなのに顔がないんだ。その時、コンとまた窓が鳴った。今度は少し強く、コン、コン。窓を叩いている。そして坂本が小さく言った。入れろって言ってる。次の瞬間、窓の外の影が増えた。一人じゃない。二人、三人。気づいた時には窓の外に何人も立っていた。全部同じ形。顔のない人影。山から降りてきたんだ。坂本は突然立ち上がった。そして窓の方に向かって歩き出した。俺たちは慌てて止めに入る。おい、何やってんだよ。だが坂本は俺たちの手を振り払った。目の焦点が合っていない。そしてこう言った。いや、呼んでるんだ。坂本はそのまま窓を開けた。
冷たい夜の空気が部屋に入る。外の影たちは動かない。ただ坂本を待っている。そして坂本はゆっくりと外に出た。そして影の中へ歩いていった。俺たちは慌てて追いかけた。だが坂本はもうそこにはいなかった。裏庭には誰もいない。影も消えていた。ただ、裏山へ続く暗い道だけが残っていた。その夜旅館中で坂本を探した。だが見つからなかった。警察も来てくれて山を捜索した。そして3日後、坂本は見つかった。旅館の裏山の途中で木の根元に座ったまま。ただ、坂本の顔を見て警察も言葉を失った。目が合っていなかった。口も開いたまま。そして坂本はずっと同じ言葉を繰り返していたそうだ。まだ席が空いてる。まだ席が空いてる。まだ席が空いてる。あの夜坂本が言っていた山の中の家。いろりの周りに5人いたと。警察が見つけた坂本の場所。そこには焚き火の跡が6つ並んでいた。そしてもう一つだけ、新しく火を起こした跡が残っていたそうだ。思い返せばあの日の異常は入り口の匂いで気づくべきだった。訓練用のトンネルは普段土ぼこりの乾いた匂いしかしない。だがその日は濡れた布をずっと放置したような鼻の奥に張り付く湿った匂いが漂っていた。教官は簡潔に言った。いいか、このトンネルだけは奥まで行くな。必ず中央のマーカーで引き返せ。理由は聞かされなかった。ただ、教官の目がいつもの訓練とは違う本気の色をしていた。俺ともう一人の同期、東雲に与えられたのは中間地点での安全確認。距離は短いはずだった。ライトを照らしながら進むと、壁に刻まれた古い番号が次々と現れた。その数字の一部がなぜか深く彫り直されている跡があった。まるで何度も何度もその数字を削り取ろうとしたかのように。トンネルの空気は外とは違い動かなかった。息を吸うと重く、湿度が喉にまとわりついた。歩くたびに靴底の音が遅れて反響する。反響が遅いのに違和感を覚え、東雲が小声で言った。これって奥広いのか？そんなはずはない。事前説明では全長は100メートルもないと聞いていた。進むほどに反響の遅さは増した。壁が離れているのではない。奥に何かが広がっている。そんな感覚だけが濃くなった。やがて中間地点のマーカーが見えた。地面に埋め込まれた赤い線。そこで引き返すはずだった。だがその時、トンネルの奥の闇の先からヒューッと風が吹いた。ありえない。この構造で風が流れるはずがないんだ。東雲と目を合わせた瞬間、俺たちは同時に気づいた。風ではなかったんだ。何かが吸い込むような音だった。赤いマーカーから半歩超えた東雲のライトが奥の壁を照らした。そこには壁なんてなく、闇が口を開けたような空洞がぽっかりと広がっていた。俺たちの訓練で聞いていた構造とは違う。それは人工のトンネルではなく、自然にえぐれた洞のように奥がどこまでも続いているように見えた。東雲が囁いた。なあ、奥に誰か立ってないか？
目を凝らすと闇の中に白い点が2つ上下に並んでいた。目の高さではない人の膝ほどの高さに。それはじっとこちらを向いていた。俺は反射的に腕を伸ばし、東雲の肩を掴んだ。戻るぞ、今すぐ。そう言い切る前に、東雲が一歩だけ前へ進んだ。その瞬間、ライトが揺れた。その一歩の分だけ白い点がこちらに近づいた。人の膝ほどの高さにあるはずの点が、ブレもせず一直線に。東雲が息を吸う音が聞こえた。そして、ライトが消えた。ライトが消えた瞬間、東雲の息が詰まる音だけが暗闇に残った。俺は慌てて自分のライトを上げたが、光が奥へ吸い込まれるように弱まり、狭いはずのトンネルが黒く沈んで見えた。足元の赤いマーカーはかろうじて光を返すが、そこより奥は空間として存在していないように感じた。東雲、戻れ。赤線から出るな。声を絞るが返事はなかった。ライトを動かす。東雲はマーカーのギリギリ先に立ち、闇を凝視していた。瞳孔が開ききり、まるで何かを見せられているような顔だった。そして気づいた。東雲の影が足元に落ちていなかった。俺のライトが確かに当たっているのに、影だけがどこかへ消えていたんだ。東雲、聞こえるか？肩に触れようとした瞬間、彼の体が小さく震えた。呼ばれてる。その声は東雲のものなのに、別の何かと混ざったような深い響きだった。俺は腕を掴んで後ろへ引こうとした。だが東雲の体は地面に根を張ったかのように動かなかった。引く力とは逆にわずかに前へ傾いた。その時、闇の奥で白い点がまた光った。二つ、さっきよりもずっと近い距離で。ライトを向けると、光の中心が一瞬だけ濁るように揺れた。反射ではない、瞬きのように見えた。次の瞬間、ズッと何かが血をする音がした。靴でも布でもない、もっと柔らかい肉を引きずるような音。それが東雲の足元へ近づいてくる。俺は東雲を強く引いた。来い、下がれ。叫んでも東雲の体は微動だにせず、代わりに肩越しに俺を見た。その目が東雲の目ではなかった。焦点が合っていない。黒目が薄くにじみ、瞳孔が形を保てず、中心がゆっくりと溶けて広がっていく。その表情のまま、東雲が囁いた。トンネルの奥に通じてる。言葉の意味が理解できなかった。だが言い終えた瞬間、東雲の足元の地面がかすかに沈んだ。いや、沈んだのではない。引かれた。俺は反射的に腕を掴んだ。だが引き戻そうとした瞬間、地面から黒い裂け目のようなものが開き、東雲の片足が飲み込まれた。東雲！俺の声はトンネルの奥で反響した。その反響の後ろに別の音が重なった。ヒュー、ヒューと吸い込む音。何かが呼吸をしているような遠く深い場所からの音。東雲の体がずるずると奥へ倒れ、裂け目の向こうへ沈んでいく。必死に腕を引いても東雲自身が抵抗していない。むしろわずかに前へ身を預けている。行く。私。その声の私だけ東雲の声ではなかった。最後の一瞬、東雲の顔が闇へ沈む間際、
俺は見てしまった。奥の闇の中に白い膝の高さの点がいくつも横並びで光っていた。まるでこちらへ向けて頭を垂れている者たちが並んでいるかのように。そして東雲は完全に消えた。残されたのはぽっかりと開いた黒い穴と、そこから流れる低い呼吸音だけだった。東雲が消えた裂け目はしばらくの間呼吸するように動いていた。吸って吐いて、その度に冷気が漏れ、トンネル全体が奥へ引かれるように圧迫された。俺は這うように赤いマーカーの方へ戻ったが、足がもつれて膝が震え、息が浅くなった。東雲の名前を呼ぼうとしても、声が喉で途切れた。返事はなかった。ただ裂け目から、ヒューと吸い込む音だけが続いた。その音の合間に小さな足音が混ざった。コツ、コツと乾いた石の上を歩くような音。膝ほどの高さ。まさにあの白い点の位置だ。俺はライトを向ける。闇の奥で白い二つの点がまた現れた。今度は少し高い位置にあった。それがゆっくりと揺れた。東雲のライトが消えた地点からまるで誰かが立ち上がったかのように。俺は逃げようとした。赤いマーカーを越え、来た道へ走ろうとした。だが数歩進んだところで背中に強い違和感が走った。後ろで何かが立ち上がる気配がしたんだ。俺は反射的に振り返る。奥の闇から白い点がゆっくりとこちらへ向かってくる。高さはもう東雲の顔の位置だった。足音が一つ増えた。二つ、三つ、白い点は次々と現れ、列になって進んでくる。東雲と同じ背丈、同じ歩幅。ただし影がない。どれも足元に影を落とさず、地面を擦るように近づいてくる。俺はもうライトを向けることすらできず、後ずさりしながら必死に出口へ向かおうとした。その時突然、無線が鳴った。ガリッというノイズの後、戻るな。奥から来る。という声が聞こえた。それは東雲の声だった。俺は無線を落とした。東雲の声の後ろに別の音が重なっていたからだ。ヒュー、ヒューと吸い込む音。そしてその合間に混ざったか細いささやき。変われ。振り返ると白い点の列がもうトンネルの中央に達していた。その先頭には明らかに東雲と同じ形の影がいた。だが顔の輪郭が崩れており、表情が溶け落ち、目の位置にはあの白い点が二つだけ残っていた。足が動かなくなった。逃げようとしたのに息が詰まり、喉が閉じていく。東雲のそれが近づく。闇の列が押し寄せるように広がり、足元の赤いマーカーが黒く覆われた。東雲だった影が手を伸ばした。俺の胸元をつかみ、奥の闇へと向こう側へと連れて行こうと引いた。最後に見えたのはトンネルの入り口から差し込むわずかな光と、その光の中に立っている東雲と同じ背丈の影がもう一つ増えていく光景だった。俺の視界は闇に沈み、呼吸の音だけが続いた。ヒュー、ヒュー。その奥でかすかに聞こえるささやきがあった。次はお前が呼ぶ。そして俺は外へ戻れなかった。最初にあの間取り図を見た日は
何の違和感も覚えなかった。ただの古い物件資料。築40年の小さなアパートで、俺が担当をしたのは退去後の現状回復の確認だった。会社の倉庫で資料を探していたとき、一冊だけ黄ばんだファイルが棚の隅に落ちていた。開くと、雑にホチキスで留められた間取り図が出てきた。そこには、見たことのない部屋が一つ書かれていた。1K のアパートのはずなのに、右端に小さく、物置と書かれた4畳のスペースがある。現地の間取りには存在しない部屋だ。俺は妙だと思いながらも、古い設計図の名残だろうと軽く流し、現状回復の立ち会いへ向かった。物件は薄暗い通り沿いに立っている。壁は汚れ、階段はところどころ錆びていた。誰も住んでいないアパート特有の空気の重さが階段の途中からずっと肌にまとわりついていた。部屋に入ると前の入居者が急に出て行った理由がわずかにわかる気がした。空気が冷たい。窓は閉まっているのにどこからか細い風が流れ込んでくる。室内を一回り見ていると壁に不自然な線が浮かんでいるのに気づいた。指でなぞるとそこだけ冷たさが違う。薄く板を張ったような感触があった。そしてその線の形はあの間取り図に書かれていた物置と全く同じ位置だった。偶然とは思えなかった。俺は試しに耳を当ててみた。すると内側からコツコツと何かが軽く壁を叩く音がした。呼吸が一瞬止まった。隣の部屋ではない。この壁の中から聞こえているんだ。背中に冷たい汗が流れたその時、部屋の入り口でカタッと物音がした。振り返っても誰もいない。ただ、玄関の床に泥のついた靴の跡が一つだけあった。俺の靴とは形が違う。前の入居者が残した跡にしては新しすぎた。壁の中の音が止んだ。静寂の中、さっき落とした古い間取り図を拾い上げると、4畳の物置の線が薄く震えているように見えた。まるでその部屋はまだあると伝えてくるみたいに。その瞬間背後の壁がトンと叩かれた。だが一度ではなかった。2回、3回、4回。だんだん強くなる。壁の向こうで誰かが確実に動いている。誰かいるのかと口から勝手に声が漏れた。すると壁の中からはっきりと聞こえてきた。トン、トントン。それはもう物音ではなかった。壁の向こうから帰ってきたトン、トントンはどう考えても人間の意志を持った音だった。背中に冷えたものが上がっていく。けれど逃げようとしても体が動かなかった。足だけが床に張り付いたみたいに固まっていた。しばらくすると壁の中で何かがゆっくりと移動する音がした。擦れるような、狭い場所を這うような、不自然に長い何かが動く音。それは玄関の方へ向かっているように聞こえた。やめてくれ。思わず漏れた声に反応するように音がピタリと止まった。次の瞬間、玄関の床に置いていた間取り図が、不意に風もないのにめくれ上がった。そのめくれた部分には、4畳の物置に続く点線のような通路が書かれていた。こんな線、さっきはなかった。指でなぞると紙がじっとりと湿っている。冷たくて、まるで誰かの手汗が染み込んでいるようだった。その時だ。ガリッ、ガリッと玄関の床下から金属を引っかくような音が響いた。アパートの構造上、
床下に空洞はない。それでも確かに何かがいる。玄関の隅のクッションフロアがゆっくりと膨らんだ。指で押し返してくるように内側から持ち上がっている。膨れた部分がやがて拳大の盛り上がりになり、その真ん中がプツンと破れた。暗い穴が開いた。その穴の奥から生臭い冷気が吹き上がる。そして白い指が一本、ニュッと出てきた。細くて異常に長い指。爪は硬く反り返り、皮膚は土で汚れたように黒ずんでいた。指は床をつかむように曲がり、ゆっくりと穴から這い出してくる。一本、また一本。気づけば5本より多い手になっていた。俺は一歩後ずさり、壁際まで下がった。心臓の音が喉まで上がってくる。呼吸が浅くなる。ふと視線が壁に向いた。壁に貼られた古い間取り図が勝手にふわりと揺れた。その揺れと同時に図面の中の物置の線がかすかに開いた。開いた部分はまるで扉のように見える。その瞬間、背後の壁から声がした。ここだよ。低くくぐもった声。壁の中から、そして物置の位置から。足元の穴では白い指が床を叩くように、カン、カンカンと音を立てた。壁の向こうの足元の下、二方向から同時に呼ばれている。逃げ場なんてどこにもなかった。足元の穴から伸びる白い指は、床を掴んで俺の方へとじりじり迫ってきた。壁の中からはさっきより近い声がする。こっちだ。開けてくれ。その声ははっきりと人の声だった。だけど、普通の人間が出せる響きではない。狭い場所で何年も押しつぶされていたような乾いた奥に詰まった音。俺は震える手で壁を押した。そこにはただの薄いベニヤ板が張っているだけのはずなのに、指が沈むほど柔らかかった。ベニヤ板が中から押されている。ドン、ドン、ドン。壁の中の何かが強く叩いている。同時に足元の穴からは細長い腕が一本ゆっくりと伸びてきた。指が5本ではない。7本、8本。必要な分だけ勝手に増えていく。その腕が俺の足首を掴んだ。冷たすぎて痛みより先に痺れが来た。離せ、離せって。俺は必死に振りほどこうとしたが逆に引かれた。床下に沈められるようにかかとがフロアにめり込んでいく。壁では今度は爪が引っかく音がした。ガリガリ、ガリガリとベニヤが裂ける。あと少しで破られる。間取り図を見ると存在しないはずの物置に書かれた扉の線が完全に開いていた。図面の中の空間に黒い影がうごめいている。そこは絵ではない。中が動いている。足元の腕の力が弱まった。膝まで沈み、骨がきしむ音がした。痛みが遅れて襲ってきた。壁の中から手が一本、ベニヤを破って突き出た。白く、細く、指が曲がっている。その手が俺の肩を掴んだ。引きずられる。床下と壁の両方から二つの方向に同時に。やめてくれ！本当に！叫んだ瞬間、壁の奥から顔が覗いた。真っ暗な穴のような目。皮膚は土と埃でボロボロ。だが口だけがはっきりと動いた。ここに来い。次の瞬間、壁の穴に片ごと引きずられた。
骨がきしむほどの力で上半身がベニヤの向こう側にめり込んでいく。足元の腕は逆方向に引く。体が裂ける痛みで視界が白く染まった。そしてどちらかが勝った。壁の中の手が俺を強く引っ張り、肩ごと、胸ごと、頭ごと、壁の向こうへと沈めた。最後に見えたのは、部屋の床に落ちた古い間取り図。その物置の部分がゆっくりと閉じ、図面が静かに平らに戻っていく。そこにはもう余計な部屋は書かれていなかった。まるで最初から存在していなかったかのように。アパートの中には何も残らなかった。あの名前を口にした瞬間から俺の耳が壊れ始めた。深夜の山道を走っていた帰り、眠気覚ましに寄った小さなドライブインがあった。看板は古く、照明は半分だけ点灯している。外の空気は湿っていて、人の気配は全くなかった。この店に入ったのが全ての始まりだ。中に入ると、レジ横に置かれた張り紙が目に入った。黒いマジックで雑に書かれた一文。この店で〇〇村の名を出すな。わけがわからなかった。だが、その言葉の塗りつぶされている部分が妙に気味が悪かった。隠しているのか、それとも読ませないためなのか。店内を見渡すと、奥のテーブル席に老人が一人だけ座っていた。カップに手を添えたまま、わずかに震えている。様子がおかしいと思ったが、眠気が限界だった俺はコーヒーを買おうと自販機へ向かった。その時だ、背後から乾いた声が落ちてきた。その名前は、ここで絶対に言うなよ。振り向くと、さっきの老人が立っていた。顔色は土のように濁り、片耳がただれて歪んでいる。言ったら最後、耳からあいつらが入ってくる。もう止められん。冗談にも聞こえない表情だった。だが俺は隠されている地名が妙に気になった。好奇心もあったし、眠気で判断力も鈍っていたんだと思う。俺は張り紙に近づいて、黒く塗りつぶされた下に透けて見えていた文字をつい読み上げてしまった。ヘイドメ村？これ何の村？読み終わる寸前だった。耳の奥でバチンと何かが弾けた。痛みではなく破裂音。鼓膜の裏側に爪のようなものが触れた感覚が走った。言ってしまったな。もう戻れんぞ。その瞬間、店内の照明がすべて落ちた。照明が落ちた瞬間、店全体が沈んだ井戸の底みたいに静かになった。外の白い街灯だけがかすかに差し込み、店内の棚や壁を薄い影の輪郭だけがなぞっていた。その静けさの中で、俺の左耳だけが、ゴボゴボと鈍く泡立つような音を立てていた。耳の奥に確かに何かが入ってきたんだ。痛みではない、生き物の重さがそのまま中へ押し込まれてくるような粘りつく感触だった。思わず耳に手を当てたが、皮膚の下を何かが這い回るように動いているのが分かった。触った指先まで震えた。その動きに合わせて視界の端が白く揺れた。棚の向こう、テーブル席の上に何かの塊がぼんやりと立ち上がるように形を持ち始めていた。老人の声が震えていた。来てしまった。お前が呼んだんだ。その名を口にしたから。暗闇の中で老人の片耳が揺れた。
その耳の内部が黒い泥のように崩れ落ちそうに歪んでいる。これは病気でも怪我でもない。何かに内側から食われている。老人は自分の耳を服の袖で覆いながら言った。平止村は今は地図にも載っとらん。村の者は全部耳から生えられて消えた。名を呼ばれんよう、外へ漏れんよう村ごと封じたはずだった。言葉の最後は息に溶けた。店の奥から足を引きずるような音が近づいてきていた。床を爪で引っかくような乾いた音。重い体で布を引きずっているようにも聞こえた。近づくにつれ、俺の耳の奥の生き物が反応するように暴れ出した。肉を押し広げ、奥へ潜っていく。喉の奥まで響くほど深い刺激が走り、視界が滲んだ。老人が俺の肩を掴んだ。指先は冷たく、骨のように硬かった。外へ逃げろ。ここは呼ぶ側と呼ばれる側の境目じゃ。お前の耳はもう印をつけられた。音を聞くたびにあいつらが近づく。逃げろと言われても膝が震えて立てなかった。暗闇の中でゆっくり確実に近づいてくる気配。その時店の入り口の自動ドアがガンと外側から叩かれた。2度、3度、規則的なリズム。さっき俺が口にした村名の音節と同じリズムで、へ、い、ど、め、へいどめ。その度に俺の耳の奥の何かが脈打ち、歯がガチガチとなった。老人は涙のにじむ声で言った。返事をするな。返事をしたら、外のそれはドアに入ってくる。だが耳の奥の生き物が返事を押し出すように喉の中で震えた。へ、い、ど。口が勝手に開きかけた。老人が俺の頬を叩き、痛みで少し意識が戻る。その一瞬でドアの叩く音が止まった。代わりにガラスに顔が張り付いた。俺の左耳と同じ形に崩れた穴の開いた顔が。ガラスに張り付いたその顔は俺の左耳と同じ穴を持っていた。崩れた耳の穴は黒く深く、まるでその先に別の空洞がつながっているようだった。ガラス越しでもそこから湿った空気が漏れていくのが分かった。老人が低い声でつぶやいた。もうお前の片方は取られた。呼んだ名の分だけそがれるんだ。理解が追いつかなかった。だが、ガラスに張り付いた顔の耳の穴が、そのまま俺の中の痛みと同じ形で、同じ大きさで同じ色だった。俺の耳は向こう側に渡されたんだ。その瞬間だった。店内の照明が一つだけ復旧し、短く青い光を放った。光がガラスを照らした瞬間、張り付いた顔はゆっくりと横へ滑るように動き、街灯の方へ消えていった。店は静かになった。老人は俺の腕を掴んだまま、震える声で言った。走れ。外へ出たら絶対に振り向くな。ヘイドメ村と同じように、後ろを見た者から順に持っていかれる。俺はすぐ外へ飛び出した。背後でガラスがきしむ音がしたが、決して振り向かなかった。街灯の白い光が途切れ途切れになり、まるで俺を追うように明滅し始めていた。一つ、二つ、三つ。音の数が俺の名前の音節と完全に一致していた。逃げても無駄だとすぐに理解した。あれは俺の名前を数えている。さっきの村名と同じように、呼んだ回数だけそぐんだ。
駐車場に着く前、左耳の奥で何かが抜けた感覚がした。鋭くなく、ただ静かに、まるで何かを渡し終えた後のように。その直後、街灯が最後の明滅をした。5回。俺の名前を構成する音が全部揃った数だ。車のドアを開けた瞬間、背後の闇で人の足音がペタリとなった。ゆっくり確実に近づいてくる。老人の忠告が頭に浮かんだが、もう遅かった。ノイズ混じりの声が俺の首のすぐ後ろで囁いた。次はもう片方だ。その言葉と同時に右耳に冷たい爪が触れた。触れただけで分かった。右耳も向こう側へ連れて行かれる。それから先の記憶は途切れている。ただ一つだけはっきりとしているのは、今でも夜になると右耳の奥でカチッと音が鳴ることだ。回数は決まって一つだけ。まだ片方残っているからだ。あの日の葬式場の空気は今でも覚えている。湿ったような匂いと、外より少しだけ暖かい空気。季節のせいではなく、肌の下に入り込むような不気味な温度だった。叔父の急な葬儀で親戚が慌ただしく集まっていた。俺は受付を手伝うことになり、出入り口に立ちながら弔問客へ挨拶を続けていた。人の流れが一旦落ち着いた頃、いとこから短く呼ばれた。棺の中を確認してほしいと。理由は聞かなかった。ただ妙に焦った声だった。胸にざわつきを覚えながら祭壇横の棺へ向かう。薄い照明に照らされた白符の輪郭がぼんやりして、形の境目が曖昧に揺れていた。いとこと並んで棺を前にし、俺はゆっくり蓋を持ち上げた。その瞬間、息がうまく吸えなくなった。横たわっていたのは叔父ではなかった。顔の形も髪の毛も年齢すら違う。知らない中年の男が静かに白符に包まれて眠っていた。いとこは固まったまま小さく首を振った。ねえ、誰これ？俺は答えられなかった。式場のスタッフが間違えたのかと思ったが、そんな単純な話ではないとすぐに分かった。胸の奥で何かがじわじわと冷えていく。なぜならその知らない男の方には、切れ目のような跡がくっきりと残っていて、その端がほんの少しだけ動いた気がしたからだ。見間違いだと思った。そう思いたかった。だがいとこも同じ方向を見て固まっている。ねえ、今動かなかった？その一言で背筋まで重たいものが落ちてきた。葬式場の空気が急に静まり返り、遠くの度胸すら聞こえなかった。まるでこの棺の中にいる誰かが俺たちの気づきを待っているみたいに。棺の中の別人を見つけた後、式場の空気は目に見えて変わった。俺といとこが控え室に戻ると、親戚たちがざわつき始めていた。誰も声を荒げていないのに、部屋全体が落ち着かず揺れているような感覚だった。いとこが事情を話すと、おばが青ざめた顔で手を口に当てた。おじさんじゃない？どうして？すぐに式場スタッフが呼ばれ、全員で棺の前へ戻ることになった。ただスタッフの一人が小声で、今朝は確かに確認しています。と何度も自分に言い聞かせるように繰り返していた。棺の前に着くと、俺は無意識に呼吸を整えていた。いとことおばが後ろに立ち、スタッフが蓋に手をかける。
ゆっくりときしむように蓋が開いた。俺は身構えたが、中は空だった。さっきまで別人が寝ていたはずの棺に誰もいなかったんだ。は？誰が言ったのかわからない声が漏れた。俺は手のひらが汗ばんでいるのを感じた。スタッフは顔を真っ青にして、棺の中を確認しながら震えていた。さっき、ここに確かに。おばが震える声で言った。じゃあ、おじさんはどこなの？控え室にいた親戚と職員が全員集まってきて、式場の空気は完全に混乱した。しかしその混乱の中で、俺だけが一つ気になっていた。棺の内側の布に細い跡がついていた。4本の筋がゆっくりと張ったような跡。まるで誰かが自分で這い出したかのように。誰にも言えなかった。言ったら終わると思った。その時、式場の端にある防犯カメラのモニターが視界に入った。廊下の映像が無音で流れている。俺は見てしまった。棺から消えたあの中年の男が式場の廊下を歩いていたんだ。白布を引きずりながら、ゆっくり、ゆっくりと祭壇のあるホールへ向かって。俺は声を出せなかった。足がすくんで、息だけが荒くなる。いとこが小さくつぶやいた。ねえ、あの人、どうして裸足なの？裸足。そして足跡が映像の先へ連なっていた。このままホールに入れば参加者が全員集まっている。あれが何をしに行くのか分かりたくなかった。モニターに映った裸足の男は式場の廊下をそのまままっすぐ歩き続けていた。俺は止めなきゃいけないと思いながら足が床に張り付いたみたいに動かなかった。いとこもおばも同じだった。誰も声が出ない。その間にも男は祭壇のあるホールへと近づいていく。今は度胸の真っ最中で参加者が黙って席に並んでいる。その静かな空気の中にあの白布を引きずる音が混ざるのを想像しただけで胸が締め付けられた。スタッフが慌ててホールへ向かおうとしていたが、モニターが先にそれを映した。男はホールの入り口で立ち止まり、ゆっくりと中を覗き込んだ。その瞬間、モニターの映像が揺れた。まるでカメラ自体が震えたように。男の顔がはっきりと映った。目だけが不自然に黒く沈み、口は閉じたままひどく歪んでいた。生きている人間の顔ではなかった。あの棺の中にいた遺体の顔そのものだった。男は度胸の声に反応するように一歩だけ中へ入った。参列者の誰かが小さく悲鳴を上げた。次の瞬間、ホール全体がざわめき、視界の中で数人が席を立つのが見えた。モニター越しでもわかるほど、男は異様にゆっくりと動いていた。ふらつくでもなく、迷うでもなく、目的が決まった動きだった。その時おばが震えた声で言った。あの人、おじさんの席に向かってる。参列者の列の中に一つだけ遺影の前の席が空いていた。喪主が立った時に開けておいた席だ。男は迷いなくそこへ向かった。白布を引きずりながら足をゆっくりと運び、空いた席の前で止まった。そして椅子に座った。はっきりと座った。遺族席に。モニターの中で会場の空気が固まり、誰も近づけず、誰も声を出せなかった。その時遺影がわずかに傾いた。まるで違うというように。遺影の叔父の顔が照明に照らされてわずかに光り、
その目線が座っている男を避けるように横へずれた。いとこが潰れた声でつぶやいた。あれ、おじさんじゃない。座る場所間違えてる。その瞬間、会場の照明が一度だけ強く明滅し、モニターが真っ暗になった。映像が戻った時、男は消えていた。椅子には白い布だけが丁寧に畳まれて置かれていた。ただ一つだけ、誰でも理解できる答えだけが残った。棺にいた別人は席に着きに来ただけじゃなかった。そこに座った状態からまたどこかへ歩いていった。葬式場のどこか。次は誰の席へ向かったのか、誰にもわからない。そのサイトを最初に知ったのは、夜勤続きで心が荒れていた頃だった。人間関係も仕事もうまくいかず、焦りだけが積み上がっていく日々。そんな時、同僚の篠原が突然会社を辞めた。退職理由は体調不良。けれど、送別の場にも姿を見せず、スマホもつながらなかった。不自然すぎた。彼とは仲が良かっただけに余計に胸騒ぎがした。だが数日後、篠原から唐突にメッセージが届いた。深夜2時、ひどく震えた文章。助かった。あのサイトで全部片付いた。意味がわからなかった。続けて送られてきた URL を開くと、白いフォームだけが表示される簡素なページだった。身代わりを登録できます。そう書かれたタイトルの下、名前と生年月日を入力する欄。その下には、あなたの代わりに追ってほしいことを記入してください、とだけあった。怪しいにも程がある。冗談かと思い篠原に電話をしたが、全然つながらなかった。既読すらつかず、メッセージアプリは沈黙した。次の日、篠原の SNS が突然更新された。しばらく実家で療養します。そんな文面と元気そうに笑った写真。だがその笑顔がどこか空っぽに見えた。気になって夜のテンションのままサイトをもう一度開いてしまった。半信半疑のまま試しに入力欄に打ち込んでみる。名前、生年月日、そして最後の欄には仕事の失敗の責任と書きかけてやめた。冗談でも書いていいものではない。フォームを閉じようとした瞬間、画面が白く弾けた。登録が完了されました。と勝手に表示された。背筋が固まった。慌てて確認をすると、入力欄は全部空白のままになっている。なのに完了の文字だけが画面の中央で脈打つように揺れていた。次の瞬間、スマホが震え新しいメッセージが通知された。差出人は篠原。次はお前の番らしい。意味がわからず息が止まった。画面に戻ると新しい文字が自動で表示され始める。身代わりの準備をしています。部屋の空気がゆっくりと沈んでいった。まるで何かが近づいてくる前触れのように。空気が重い。冷房もつけていないのに部屋の温度だけが急激に下がっていく。スマホの画面にはまだ身代わりの準備をしていますの文字が点滅をしていた。意味がわからない。俺は何も入力していない。登録なんてしていない。だというのに完了と表示された。篠原が言っていたあのサイトとどう関係しているのか。スマホを置き深呼吸をした。ただの悪質広告かもしれない。
深夜の疲れが見せている幻覚かもしれない。そう自分に言い聞かせた瞬間、玄関の方でわずかな音がした。コンと控えめに何かが触れたような音。ドアノブに手をかけたような金属の震え。一度きりではない。数秒おきに規則正しく触れている。嫌な予感がした。息を潜め、そっと玄関へ近づいた。ドアの向こうからかすかな呼吸音が聞こえた。ゆっくり吸い、ゆっくりと吐く。知らない人間の呼吸だ。深夜2時を過ぎ、訪ねてくる相手なんていない。スマホが震えた。画面には新しい通知。身代わりの到着を確認しました。胃がねじれるような感覚が走る。何が到着したのか考えたくなかった。ドアスコープを覗こうと手を伸ばした瞬間、内側の金属にピタリと誰かの指が当たった気配がした。指先一つ分の重みがスコープの向こうから伝わってくる。自分の指ではない、誰かが外から触れている。それもスコープを覗かせないように塞ぐかのような位置で。息を潜めて後ずさる。その瞬間スコープからコンと軽く叩く音がした。一度、二度、三度。一定のリズム。そしてスマホが再び震えた。身代わりに選ばれた者が扉の前にいます。今外に立っているそれが誰の身代わりなのか。篠原が言っていた、次はお前の番らしいという言葉が頭の奥で鈍く響いた。意味のわからないまま交代をしていると、玄関のドアがわずかに沈んだ。ノックではない、押されたんだ。内側に向けてそっと。しかし確実に。ドアノブがカタリと揺れる。鍵はかけてある。だがその揺れ方が普通ではなかった。まるでノブを握る手の指が余っているかのように細かく震えていた。その時玄関の足元に影が一つ落ちた。ドアの下の隙間に黒い指のような影が2本ゆっくりと伸びてきた。匍匐するように動き、部屋の内部へ触れようとしている。スマホの画面にはまた新しい文字。開けるか受け取られるか、身代わりは一つだけです。この状況で開けるなんてありえない。だが受け取られるの意味もわからない。篠原はこれを経験したのか、だからあの空っぽの笑顔になったのか。影がゆっくりじわじわとこちらへ寄ってきている。逃げ場がない。呼吸を整えたつもりでも胸が苦しく、足が震えて言うことを聞かない。その時玄関の向こうで聞き覚えのある声がした。お前か？篠原の声だった。だがその声の響きは生身の声ではなかった。空洞の奥から響くような湿った響き方をしていた。篠原の声が消えた玄関の向こうは沈黙していた。生きている人間の気配ではない。呼吸のリズムも体の揺れも全く感じられない。しかしそこに何かがいるのは確かだった。ドアの下の隙間に伸びていた影はゆっくりと形を変えた。細い指が3本、4本と増え、床に触れたまま部屋の中へ潜り込もうとする。油の膜のように動き、まるで探るようにさまよっている。スマホが震え、画面に新しい文字が浮かんだ。身代わりの受け取りを開始します。耳鳴りがした。どうすればいいのかわからない。開けるのは論外だ。逃げる場所もない。ただ立ち尽くすしかなかった。その瞬間玄関の向こうから再び声がした。
助かったよ。篠原の声。しかしその響きは生きた声ではなかった。口ではなく、どこか別の場所から鳴っているような湿り気を帯びた響きだった。足元の影がスッと形を縮め、玄関の方へ引いていく。次の瞬間、ドアノブが静かに回り始めた。カタ、カタ。ゆっくりと確実に。鍵をかけているのになぜ回るのかはわからなかった。内側の空気だけが重く沈み、心臓の音が響く。影がドアの隙間からわずかに覗いた。まるでこちらを覗き返すように。その時、スマホの通知が重なるようになり続けた。画面いっぱいに文字が溢れ出る。選択を受理しました。代償はあなたのそばに移行しました。身代わりの登録者、篠原。対象、あなた。胸の奥がヒヤリとした。意味が理解できた瞬間、胃がねじれるように苦しくなった。受け取られたのは俺ではない。俺の代わりがもう選ばれたんだ。足元で影が完全に引いていき、音が消えた。玄関の向こうの気配もふっと途切れた。静寂だけが残る。崩れ落ちるように床に座り込み、少しの間呼吸だけを整えた。助かったのか。そう思った瞬間だった。スマホが最後の通知を落とした。身代わりは正常に機能しています。画面の下に小さなフォームが一つだけ追加されていた。あなたが選んだ身代わりの名前、篠原。俺は選んでいない。そんなこと一度もしていない。なのに文字ははっきりと表示されていた。玄関の隙間を見た。さっきまで影がいた場所にはもう何もいなかった。ただ外の廊下の奥の方から小さく何かを引きずる音だけが遠ざかっていく。それがもう篠原なのか、それとも別の何かなのか、判断できるはずもなかった。ただ一つだけ分かってしまった。あのサイトに一度でもアクセスした瞬間から誰かの代わりになる仕組みなんだと。その夜以来、俺のスマホには毎晩決まった時間に通知が届く。身代わりは今日も無事でした。まるで俺の代わりがまだどこかで働かされ続けているかのように。夜勤明け、眠気をごまかすために山の外れの旧道を走っていた。早朝の薄暗さがまだ残る時間で、霧が低く垂れていた。あの廃病院の前を通るつもりなんてなかったのに、気づいたらハンドルが自然とその旧道に向いていたんだ。理由はわからない。ただ霧の切れ間から白い建物の輪郭が浮かんだ瞬間、胸の奥がざわついた。なんでこんな道を選んだんだろう。そう思って速度を落とすと、建物の正面玄関が見えた。10年以上前に封鎖されたはずで、当然人なんているわけがない。にもかかわらず、自動ドアがスッと開いた。まるで誰かが今まさに出てこようとするかのように、左右に滑って静かに止まった。車内に冷気が入り込んだ気がして、思わず窓を閉める。その時、玄関の向こう側は真っ暗で、照明なんてついていないはずだった。なのに、開いた自動ドアの奥に、ぼんやりと薄い光が見えた。蛍光灯の光ではない。もっと、病室の非常灯みたいな弱々しい光。俺はそのまま通り過ぎようと軽くアクセルを踏んだ。けど視界の端で
自動ドアが俺の車の進行に合わせて開いたままこちらに向いてくる。建物は当然動いていない。それなのに自動ドアの開口部だけが俺を正面に捉え続けているように感じた。背筋が冷たくなる。気のせいだ。自分にそう言い聞かせながら前だけ見て走った。でもルームミラーの中でありえないものが映ったんだ。まだ自動ドアが開いている。今の距離なら完全に見えなくなるはずなのに、ミラーの中だけで玄関が追いかけてきているんだ。俺は思わずブレーキを踏んで止まった。呼吸も速くなる。ミラーをもう一度ゆっくりと確認した瞬間、心臓が凍った。玄関の奥、非常灯みたいな光の中に、患者服のような白い影が首だけをこちらに向けて、斜めに傾いていた。目を細めたら終わる気がして、すぐに前を向いてアクセルを踏み込んだ。エンジンの音がやけに頼りなく聞こえる。なんで開いた？誰が出てこようとしてたんだろう。そんな疑問を振り払うように、霧の中を抜けるまで決して振り返らなかった。霧を抜けてしばらく走った頃、ようやく呼吸が落ち着いてきた。だが、胸のざわつきは消えなかった。ミラーに映ったあの白い影、首を傾けていた角度が不自然に記憶へ焼き付いて離れなかった。気のせいじゃねえよな。自分でつぶやいた声が震えていた。国道に戻ってからも奇妙な違和感が続いた。窓の外を流れる景色の中、電柱の影が何度も同じ形でよぎる。まるで同じ場所を走っているような感覚が続いた。道は間違えていないのに、どこか現実味が薄かった。そんな状態のまま走っていると、不意にカーナビが勝手についた。電源は切っていたはずだ。目的地設定もしていない。しかし画面には見覚えのある細い青い線が浮かび上がった。廃病院までのルート。指先が冷たくなる。なんで戻るルートなんだよ。ナビの音声案内は流れない。ただ画面が執拗に戻れというかのように点滅だけを繰り返す。思わずナビを叩くと今度はスピーカーから音が鳴った。医療機器の心拍音。あの音は明らかに車の装置じゃない。耳を塞ぎたくなるほどの不気味な電子音が車内に満ちて徐々に早く乱れていった。最後の長い電子音が耳をつんざいた瞬間、ナビの画面に文字が浮かんだ。すぐに戻れ。喉がひっくり返りそうになった。とっさに画面を覆い隠すようにナビを手で押さえて電源ボタンを連打した。やっと画面が暗転し、心拍音も消えた。車内に静寂が戻ると、さっきまでの音が幻聴だったのではないかと思うほど静かだった。だがその直後、車体の後方からコツンという小さな衝撃が伝わった。鳥でも当たったか？そう思いたかった。しかしバックミラーを見ると、霧の中の道には何もいない。何も動いていない。それなのにもう一度、コツン。今度ははっきりと物が当たった感触。後部バンパーを誰かが軽く叩いているみたいな生々しい振動だった。心臓が早金を打つ。車を止める勇気なんてない。そのまま速度を上げると衝撃がピタリと止んだ。だがその直後、ルームミラーの端に白い影が映った。廃病院で見たおかしな角度で傾いた首の影だった。まだそこにいる。追ってきている。
ハンドルを握る手が汗で滑り、視界がかすむほど焦りがこみ上げる。連れてきちゃったかな。その言葉が浮かんだ瞬間、背筋が固まった。廃病院の自動ドアが開いた理由、それは俺を外に出したかったのではない。俺の車に何かを乗せるためだったのかもしれない。ミラーに映る白い影から目を離せないまま国道を必死で走った。それでも影は消えない。ライトの揺れに合わせて首を傾けたままじわじわと近づいてくる。喉がひりつくほど息が荒れた。もうやめてくれ。祈るような声が車内に落ちたとき、急に影が見えなくなった。あれ？消えた？一瞬の安堵が胸に広がった瞬間、カチャンと助手席のシートベルトが勝手に装着される音を立てた。がっちりと締まる金具の音がすぐ横で響いた。だが助手席には誰も座っていない。それなのにシートベルトは明らかに何かを抱え込むように沈んでいた。息が止まり、頭が真っ白になる。シートが沈んだまま少しずつ何かが動いている。寄りかかるように体重をかけている動き。形がそこにある。姿は見えないが、確実に誰かが乗っている。その瞬間バックミラーに映った。助手席の上にあの白い首が乗っていたんだ。前かがみの姿勢でシートに覆いかぶさるように首だけが俺の方へ向いている。肌は紙のように白く、目は黒い穴みたいに抜け落ちている。口は開いていない。ただ存在だけがこちらを圧してくる。ハンドルを握る手がブルブルと震えた。アクセルを踏み込んでも車はまるで重くなったみたいに加速しなかった。降りろ。頼むから降りてくれ。泣き声に近い声が漏れたとき、助手席のシートベルトがさらに締まった。乗っている者がより深く座り直したような動きだった。重みは増し、車体がわずかに傾いた。タイヤのゴムがうなり、エンジン音が弱く震えた。恐怖で視界が歪む。だが見た瞬間、胸が潰れかけた。道の先に廃病院の玄関が見えたんだ。来たはずの方向なのに国道の真ん中にある。霧の中で自動ドアが開いている。まるで帰りを待っていたかのように両側へ静かにスライドし続けていた。逃げ場なんてない。戻りたくなんてない。でも車は止まらなかった。足がブレーキを踏んでいるのに車体がゆっくりと自動ドアへと向かっていく。助手席の何かがこちらへ顔を寄せてきた。穴のような目が俺の顔の高さに揃った。そしてやっと理解した。あれは俺を迎えに来たんではない。俺を連れて戻すために乗ってきたんだ。やめてくれ！叫んだ瞬間、車内灯がパッとついた。その光ではっきりと見えてしまった。助手席に座っている体は肉がそげ、服は病院の患者服。ただ首だけがなく、その首は俺の目の前にあった。車内灯が再び消えたとき、耳元で湿った声が囁いた。俺、まだ帰れない。次の瞬間、車は玄関の中へ吸い込まれるように入ってしまった。自動ドアが閉まる音が背後で響き、光が完全に遮られた。俺はそれから先を覚えていない。廃病院前で見つかった時には、車は無人で、俺だけがいなかったそうだ。ただ一つ確かなのは、救助された車の助手席に、誰もいないはずなのに、シートベルトだけがしっかりと締まっていたらしい。
深夜の高速サービスエリアで休憩をしていた帰り道だった。連休明けの深夜2時、利用者もほとんどおらず、駐車場にはトラックが3台、乗用車が数台散らばっているだけだった。売店の明かりは落ち、自販機の光だけが静かに地面を照らしている。その薄暗い光に吸い寄せられるように、俺はふと建物脇にあるベビールームの前を通った。普段なら完全に無人で、深夜には鍵が閉められているはずの場所だ。だがその夜は、ドアの小窓からかすかに淡い明かりが漏れていた。まだ清掃中か？最初はそう思った。だが人の気配がないし、静かすぎる。耳を澄ませた瞬間、背中にひやりとしたものが走った。ベビールームの奥から赤ん坊の泣き声が漏れてきたんだ。おんぎゃーでも、うわーんでもなく、息を詰めるようなか細い、ヒュー、ヒューという泣き方。明らかに眠ったまま泣き始めた赤ちゃんの声だった。こんな時間に？深夜2時に？しかもスタッフ用の鍵がないと入れないはずの部屋で？俺は胸の奥がざわつきながら小窓に目を近づけた。ベビールームの中は薄く明かりがついている。清潔な白い床、授乳用の椅子、ベビーベッドが1台。そのベッドに赤ん坊の足だけが見えていた。生きているように動く柔らかい小さな足。白い毛布に包まれ、膝から下だけが毛布の端から覗いて揺れていた。泣き声は間違いなくそこから聞こえる。俺は心配の方が先に立ち、ドアノブをそっと押した。深夜は施錠されているはずなのに、ドアは簡単に開いた。薄暗い部屋へ一歩入る。空気が重く、ひどく湿っている。なぜか生温かいミルクの匂いもした。泣き声は続いている。だがなぜかベビーベッドの揺れ方と泣き声のリズムが一致しない。そして俺は気づいてしまった。声は近い。ベッドの足元から聞こえてくる。けれどベッドの中には赤ん坊の上半身が見えない。毛布の端を指先でつまんだその瞬間、泣き声がピタリと止んだ。部屋全体が息を飲んだような静けさに変わった。俺は肩で息をしながら毛布をそろりとめくった。だが中には何もなかった。赤ん坊の姿もない。あるのは小さな足だけの形に湿った跡がシーツに染みているだけだった。そして気づく。泣き声はベッドからではない。もっと低い位置から聞こえ始めていたんだ。俺の足元、右足の横で、お母さん？と小さな声がした。その瞬間俺は反射的に後ずさり、ベビールームを飛び出した。扉を閉めると、向こう側の静寂が逆に不気味だった。俺が見たのは足跡だけ。それ以外、赤ん坊はいなかった。だがまだその時俺は気づいていなかった。あの声は赤ん坊の声じゃなかったことに。そしてこの夜こそが俺の人生で初めて誰かが消える瞬間を見る夜になるとはまだ何も思っていなかった。ベビールームから逃げ出した俺は一度深呼吸をして気持ちを落ち着かせようとした。だが胸の奥でざわざわした嫌な感覚が収まらなかった。さっき聞こえたお母さんという声。あれは赤ん坊が出す音ではない。舌の動かし方も語尾の伸ばし方も明らかに幼児の言葉だった。にもかかわらず部屋にいたのは赤ん坊の足跡だけだった。
俺は怖さを押し隠すように建物の外の空気を吸い込んだ。だが落ち着く暇もなかった。建物の壁沿いを歩くと足元が突然湿っていることに気づいた。アスファルトに小さな水の跡が点々と続いている。その形は裸足の子供の足跡。さっきベビールームで見たサイズと全く同じ。まるで俺を追うように建物の角を曲がり、駐車場の裏へ伸びていた。この時点で帰るべきだった。だが俺は妙な不安に突き動かされた。誰が一体置き去りにしたんだ。保護した方がいいのかな。怖さより知らない子供を放っておけないという気持ちの方が勝ってしまった。足跡は裏の自動販売機の前で止まっていた。そこは明かりがほとんど届かず、街灯の白い光が薄く落ちるだけの暗い場所。風に揺れる落ち葉が足跡の先を隠すようにカサッカサッと音を立てている。その瞬間、自販機のスピーカーが突然キーという高いノイズを鳴らした。俺はビクッと肩を跳ねさせた。次の瞬間、ノイズに混じってはっきりと聞こえた。お母さん、まだ？声は自販機の裏側から聞こえた。俺はゆっくりと覗き込んだ。自販機の裏は細い隙間になっており、大人の肩幅では入れないほど狭い。そこに人が隠れるのは不可能だ。だがそこは濡れていた。水ではなく、もっと生ぬるいミルクのような匂いが混じった湿気。そして暗闇の奥で小さな指の先だけが動いた。白くて細い指先。子供のものにしか見えない。そこにいるのか？と声を出した瞬間、自販機の裏からささっと誰かが走り出した。足跡はない。音だけが高速で移動していく。まるで空気そのものが走っているような速さだった。逃げた方向を見ると、建物の反対側へ伸びる通路に濡れた足跡がまた続いていた。完全に導かれている。怖かった。だが目を離したら危険な気がした。俺は足跡を追った。通路の突き当たりで足跡はふっと途切れた。そこで立ち止まった俺の耳元に真横から声が落ちてきた。ねえ、見て。俺は反射的に振り向いた。誰もいない。だが俺のすぐ横の壁に濡れた手形が一つあった。小さな手、子供の手。まだ湿っていて雫がゆっくりと垂れていた。この瞬間俺はようやく気づいた。これは迷子でもなく、誰かに捨てられた子供でもない。ここにもともといる何かが俺を誘っている。そして最悪なことに、俺以外にもその誘いに反応した人物がいた。駐車場の方から一台のミニバンがゆっくりとこちらへ近づいてきた。運転席の男性が窓を開け、不安げに俺に声をかけた。すいません。今子供が走ってませんでした。うちの子が急にいなくなったんですよ。胸が嫌な意味で大きく跳ねた。消えるのはこの人の子供だ。俺はそう確信した。運転席の男は青ざめていた。後部座席にはチャイルドシートだけがポツンと残っている。そこにあるはずの気配が完全に消えていた。一瞬だけ目を離したらいなくなってて、多分あの子ですよね。走っていきませんでした。
あの子、その言い方が妙に引っかかった。俺は必死で言葉を探しながら震える声で答えた。走っていたのは子供じゃないですよ。追わない方がいいです。ここは。最後まで言えなかった。男が突然車から降りたからだ。彼の視線の先、通路の奥、俺が見た濡れた足跡の最後の地点をじっと見つめていた。そしてそこから聞こえた。お父さん。男は反射的に駆け出した。待って、そっちは。叫んでも遅かった。男は通路の角に飛び込み、俺の視界から消えた。次の瞬間、ガンと何か硬いものが倒れる音が響いた。俺は走り寄った。通路の角を曲がると、そこには誰もいなかった。男の姿も足音もない。ただ壁に濡れた小さな手形が2つ並んでいた。まるで何かを掴んで引きずり込んだような高さ。そして耳の奥であの声が鳴った。連れて行くね。ささやくような幼い声。ひどく嬉しそうに聞こえた。俺は血の気が引き、周囲を見回した。出口、通路、駐車場、どこにも異常はない。ただ一箇所だけ、ベビールームのドアの小窓だけ、うっすら曇っていた。近づくと曇ったガラスの向こうで、小さな手形がスッと消えた。俺は扉を開けなかった。開けたら何かがいるのは分かっていたからだ。そしてしばらくして通報が入り、警察と管理会社が駆けつけた。だが男とその子供は最後まで見つからなかった。防犯カメラにはどちらの姿も映っていなかった。調査の途中、警察が俺にだけ教えてくれたことがある。実はな、ここ10年以上前にも子供の失踪があったんだ。ベビールームで母親が一瞬目を離したら、足跡だけ残して消えたって。俺は凍りついた。最後にベビールームを確認した職員が言った言葉が今も忘れられない。ベッドの中にさ、小さな濡れた跡があったんだよ。まるで誰かがまた戻ってきたみたいに。その夜を境に、俺は二度と深夜のサービスエリアに寄っていない。なぜなら、あの曇った小窓を思い出すたびに、今も聞こえる気がする。お母さん、見つけた。誰かの耳元で赤ん坊より少しだけ大きい声が。あの日のことを思い返すと胸がざわつく。観光地で写真を撮っていただけなのに、帰り道で事故に遭う理由が自分でも分かってしまったからだ。友人2人と俺は山の観光地にある有名な神社へ立ち寄った。パワースポットとして人気らしく、長い石段の先に古い社が建っている。夏の終わりで人も少なく、風だけが妙に冷たかった。本殿の横には使われていない小さな祠があった。観光客が置いたらしいお守りや落書きが並んでいる。友人が面白半分で写真を撮り、俺もスマホを構えた。シャッターを押した瞬間、画面の端に白い指みたいなものが映った。人の腕ではない。かすかに透け、指先だけこちらに向けられていた。おい、今の見た？友人に見せようとして写真を確認すると、
白い指はもう消えていた。気味が悪かったがすぐに山を降り、車に乗った。助手席のドアを閉めたとき、冷たい空気が一気に流れ込んだ。窓は全部閉めているのに。車が動き出すと、カチッとシートベルトの警告音が鳴った。後部座席の右だけ。誰も座っていないはずの場所で赤いランプが点滅していた。え？なんで？運転席の友人が首をかしげると、ランプは勝手に消えた。まるで付け直したかのように。嫌な胸騒ぎがあった。それなのに俺たちは、センサーの誤作動だろう、と軽く流してしまった。山道を抜けて国道へ出た頃、車内で妙な音がした。助手席の足元から布をこするような、スルッ、スルッという音。最初は気のせいだと思ったが、俺の足の甲あたりを冷たい何かが撫でていく感覚がした。ゾワッと鳥肌が立った。それと同時に車のミラーに妙なものが映った。後部座席、ヘッドレストの少し後ろの空間がわずかに沈んで見えた。誰かが座っている時と同じ沈み方だった。なあ、後ろ。声が震えた瞬間、車が急に横へ揺れた。ハンドルは触っていない。何かが車体を押したような力だった。その直後だった。ガードレールが近づいた。ブレーキが間に合わないほどの速さで車体が傾き、視界が白く弾けた。俺の耳に最後に聞こえたのは、まだだよ。という声だった。目が覚めたとき、俺は救急車の中にいた。サイレンの音が遠くで揺れ、胸の奥がじんじんと痛んだ。ぼんやりと視界が戻ると、隣にいたはずの友人の姿が見えなかった。あれ？俺の友達は？かすれた声で聞くと、救急隊員が一瞬だけ表情を硬くした。一人は軽傷だ。もう一人は意識が戻っていない。静かな声だった。頭が真っ白になった。事故の瞬間が何度もフラッシュバックする。助手席の横から聞こえた声。足元を撫でていた何か。そして車を押したような力。あれは本当に俺の空耳だったのか。病院に運ばれて検査室で待っている間も、耳の奥であの布をこする音だけが消えなかった。その日の夜、病院のベッドで横になっていると、事故現場を調べた警察官が病室まで来た。君たちの車さ、妙な跡が残っててな。警察官はタブレットの写真を見せてきた。車の助手席側のドア、そこに細い指でベタッと押し付けたような跡が残っていた。5本指ではない、3本。少しだけ曲がっている。動物かなと思ったんだけど、位置が高すぎるんだよ。人の肩くらいの高さにあった。警察官も首をかしげていた。背筋が冷えた。指の形、高さ、押し付けられた跡。間違いなくあの神社の祠で見た白い指と同じだった。あと、気になることがあってね。警察官は写真をスライドした。事故現場のガードレールに泥で書かれたような跡があった。ここじゃない。まるで誰かが強く引っかいて書いたような歪んだ字だった。お前たち、何か見たか？警察官は真剣な目で聞いてきた。
言えるはずがなかった。祠の前で撮った写真は、誰に見せてもただの空の風景で何も写っていない。白い指も透明な影も全部消えていた。ただ一つだけ確信できたのは、俺たちは本当に何かを連れ帰ってしまったという事実だった。その夜、病室のカーテン越しでカチッカチッという音が鳴った。シートベルトの警告音と同じあの短いリズム。ベッドの左側、誰もいない場所から聞こえていた。目を閉じてやり過ごそうとしたが、すぐに分かった。あの音は助手席の横にいた何かがまだ離れていないという合図だった。病院の消灯時間が過ぎた頃だった。部屋の明かりが落ち、廊下の足音が遠くなる。静かすぎる空気の中で、さっきから聞こえるカチッ、カチッという音だけが続いていた。あのリズム、あの高さ、助手席で鳴っていたシートベルトの音と全く同じだった。目を開けると、病室の天井がぼんやりと白く浮かんでいた。カーテンか風もないのにゆっくりと動いた。そこに誰かいるの？自分でも驚くほど声が震えていた。返事はなかった。けれど確かに気配が近づく音だけがした。布をスラスラ引きずるような小さな音。ベッドの脇で何かが動いた。恐る恐る顔を向けると、暗闇の中で沈んだ影が形を作っていた。人の形ではない。肩が妙に高く、指が異様に長く、一つ一つの関節が細く折れ曲がっている。その影はずっと俺の方を向いていた。事故の瞬間に助手席で聞こえた声。まだだよ。あの声が耳によみがえった。その影がゆっくりと腕を伸ばし、病室の床に触れた瞬間だった。シートベルトの音がベッドのすぐ横で鳴った。存在しないはずの助手席が俺の病室の中に再現されたように。胸の鼓動が耳まで響いた。体が固まった。影はベッドの端に座った。薄暗い中、布団が沈む。まるで誰かが腰をかけたように重く沈んだ。俺は一瞬で理解した。あれは祠にあった祀られていない存在で、俺に張り付くために観光地からついてきた。事故を起こしたのではなく、事故の直前俺を乗せるために揺らした。次の瞬間、影がゆっくりと顔を近づけてきた。目も鼻も口もわからない面白い面。祠で写真に写りかけた白い指と同じ質感。そして耳元ではっきり聞こえた。まだ連れて行ってない。全身が凍りついた。一気に呼吸が浅くなる。その時病室のドアが勢いよく開いた。看護師が慌てた様子で入ってきた。ちょっと、起きてますか？さっき心電図の反応が急に下がって。看護師がライトをつけた瞬間、影は一気に薄くなり、床へ沈むように消えていった。だが消える前、床に残された跡だけは見えた。細い三本指の跡がベッドの方へ向かって引きずられていた。看護師は気づいていなかった。だが俺には分かった。あれはまだ助手席に座ったまま、俺を迎えに来ている。退院して帰る車に乗った瞬間、また隣に座るつもりだ。そして次こそ連れて行くつもりだ。俺はまだあの日の観光地から帰れていない。
あの一件が原因で、俺は地元の山に入らなくなった。正確に言えば、入れなくなった。もともと、その山は仕事で使っていた。林道の測量と点検。季節ごとに数人で入るだけの簡単な仕事だ。メンバーは固定だった。俺と同僚が2人、それから地元で案内役をしている男が1人。問題が起きたのはその案内役の男だった。年齢はわからない。地元の人間で山のことなら何でも知っている。ただ人当たりが妙に良すぎた。こちらが何を言っても必ずこう返す。もう大丈夫ですよ。終わってますから。最初は助かった。道に迷っても天候が怪しくてもそう言われると安心できた。だがある日を境にその言葉が気持ち悪く聞こえ始めたんだ。作業中、同僚の一人が足を滑らせた。大事にはならなかったが、明らかに危ない状況だった。俺は声を荒げた。今日はここまでだ。撤収する。すると、案内役の男が笑って言った。いや、もう終わってますよ。意味がわからなかった。作業は途中だ。終わってなんていない。だが、他の同僚が言った。え？昨日、もう終わりって話してなかった。そんな話なんてしていない。否定しようとしたが、案内役の男が穏やかな口調でこう続けた。皆さん、納得してましたよ。その場の空気が妙に落ち着いていた。不安を感じているのは俺だけだった。その日は結局、そのまま作業を続けた。山を降りる頃には日が沈みかけていた。帰り際、案内役の男が俺だけに向かってこう言った。これで、全部終わりです。俺はその言葉を信じてしまった。山の仕事が終わった翌週、妙な連絡が続いたんだ。まず、事務所から呼び出された。今回の県の山、もう完了報告が上がってるけど。書類を見せられた。作業完了。点検済み。異常なし。署名欄には俺の名前があった。覚えがない。だが字は間違いなく俺のものだった。一緒に入った同僚にも聞いてみた。だが帰ってきたのは揃った答えだった。もう終わったって言われたろ？問題なかったってみんな納得してた。
誰に言われたのかを聞くと、全員が口を濁した。あの人に、案内の人。名前は誰も出さない。それから山で異常が見つかり始めた。倒木、崩れかけた斜面、落ちたままの標識。だが報告は上がらない。理由を聞くと決まってこう言われる。もう終わってるから。今さら蒸し返す話ではない。俺だけが取り残されていく。ある日、同僚の一人が俺を避けるようになった。酒の席でポロッと本音を漏らした。正直、お前が一番怖い。俺はなんでか理由を聞くと、声を潜めて言った。だってさ、お前終わったって言ったらしいじゃん。俺はそんなことを言ってはいない。だが全員の記憶では、俺が言ったことになっている。その頃から山に関する仕事が俺だけ外され始めた。もう関わらない方がいい。終わった話だから。終わった。終わった。終わった。その言葉が現実を塗りつぶしていく。気づいた時には、俺は山に入れない人間になってしまった。そしてあの案内役の男の姿はどこにも見当たらなくなっていた。まるで役目を終えたかのように。決定的だったのは県の担当者からの一本の電話だった。今回の件、もう完了扱いになっていますので。山の補修予算が全額別の用途に回されたという。危険箇所の報告はすべて対応済み。写真も位置情報も完璧に揃っていた。俺は現地に入っていない。もちろん撮った覚えもない。だがデータは俺の端末から送信されていたことになっていた。抗議しようとしたが、上司は言った。今さら蒸し返すな。終わった話だ。数週間後、あの山で事故が起きた。崩れた斜面、巻き込まれた作業員。ニュースには山の名前と担当者としての俺の名前が並んでいた。説明の場で同僚たちは口を揃えた。もう終わったって言われました。問題ないって納得してました。誰も案内役の男の名前を出さない。まるで存在がなかったかのように。結局俺はその仕事を追われた。事情を知る人間の多い県にはいられなくなった。今は別の場所で暮らしている。山とは無縁の仕事だ。それでも知らない番号から時々着信がある。だが俺は絶対に出ない。
留守電にあの声が残るのを知っているからだ。もう大丈夫ですよ。これで全部終わりです。終わったと思わせるやり方は、相手に責任だけを残し、自分は痕跡を消す。山には今でも入れない。あの男が言った通り、俺にとってはすべて終わってしまった場所だからだ。